はい、内山光一のザ・ゴトチャンネル。はい。はい、皆様、何かこの動画撮るの久しぶりな感じしますね。ああ、そういえばそうですね。ですね。はい、しばらく撮ってませんでしたね。そうですね。うん。今日5月20日です。今日からね、ライブでどんどん撮っていこうということで、霊言うん。ニュース以外のライブですね。はいはいはい。うん。うん。早速ね、やっていきたいと思いますんでね、よろはい。しくお願いしますね。で、これはライブじゃありません。あ、これは収録ですね。これ収録ですね。うん。はい。ですから、この住み分けをどうするかっていうところがあるかなと思いますね。おお、そうなんだ。うん。はい。うん。うん。ライブと、こんな感じの収録と、うん。それと、もう一つね、ちょっと政治の方ちょっとやっていきたいんですよ。はいはい。うん。なので、政治の方のYouTube をアップしていきたいなと思ってます。そうなんですね。うん。たいうん。なーって言ってますんで、まだやってません。でも、チャンネルはもう作ってあるんですよね。はい。もう準備はうん。もう早いうちからやってたんですけどですも、よね。はい。もったいないですよ。なかなかこの重い腰が動かなくてですね。何のコンテンツもなはい。いのに。うん。うん。だいぶね、でもなんていうかな、いろんなのが揃ってきましたんで、いろいろ動けるようになってきたと思います。これもね、皆さん、本当にボランティアの皆さんがね、しっかり動いていただいて、協力していただいたんで、それからうちのスタッフももちろんそうなんですけどね、できるようになりました。そしはい。て、多くの方がね、このチャンネルを応援していただいてますんで、それが可能になりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、もう自分たちではどうしようもなかったところを、ね、いろんな人のいろんな形での応援が、もう本当にこのようにしてね、皆さんにこう、正解の言葉を伝えることができて、そしてはい。皆さん、ね、少しでも役に立てればと思ってうん。ますので、本当にありがたく思っています。そうですはい。ね。そしてね、うん。この日本、それからこの地球ですね、宇はい。宙に関する、未来の素晴らしくなる方向に向かって、1ミリでもいいからね、0.0001ミリでもいいから前に進んでいきたいと思ってますね。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いはい。します。うん。それではね、今日もまた天上界の方のお言葉を聞いていきたいと思います。うーん。今言った瞬間にもうどなたが来られています。早いですね。はいですね。はい。多うん。分、多くの方がおられて、タイミング見計らって、ひょいって入ってこられるのかもしれませんね。そんなもう順番にタイミング見計らってでそうですね。ないと、はい。チャンスがだから少しない。出遅れた方はちょっとなかなか言葉が下ろしにくいってことになってくると思いますね。あ、そうか。またうん、リベンジしていただくっていう感じですかね。そうですね。はい。それでは、エリアさん、準備お願いします。はい。はい。はい。それでは、今おいただいた方、早速本当にありがとうございます。はい。レナさんの方にお入りいただきお言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。はい。おいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。私の名前はカナディアンと言います。カナリアン様。カナディアンであ、す。カナディアン様。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございまはい。す。それでは本当に申し訳ございませんけども、自己紹介と、それから、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。名前はカナディアンと申しますけれども、カナダ人という意味ではございません。私の固有名詞でございます。はい。私はいつもどこにいるかと言いますと、うーん、天上界ではあるんですけれども、うん、特に日本の霊界うん。にいると、お思っていただいて結構です。はい。何故に私が今日、出てきたかということなんですけれども、普段は、霊界全般にわたって、行ったり来たりしておりますので、
どこの国ということを特定することはほぼほぼないんでございますけれども、今日は日本の霊界ということで、私は降りてまいりました。そして、なぜかと言いますと、この国を守っている者の一人であるからです。この国の存在をこそ守り続け、そして日本として存在せしめる必要があるということを強く感じているからです。なぜならば、この国はやはり世界の中心となって、世界をリードしていく国にならなければならないし、すでにそういう存在であるのだということを、皆様方はその自覚はないかもしれませんけれども、そういうことなのですよということをお伝えしたいわけです。日本という国は、この地球の中でも特別な存在であるわけです。世界の地理を見ていただいてもわかりますように、この陸地のところを一つにぎゅーっとまとめていきますと、日本が中心になるわけでございます。それがいろいろに切り離れて、そして広がっていったことによって、今のような世界地図になっているわけでございまして、中心部分だけがこの日本という国として海で大きく隔てられているということになっております。それはどこから見ても日本という国がどこにあるのかが一目瞭然であるため、そのように分かれていますし、海で隔てられているということにもいろいろと理由はございます。大きな意味としては、他の大陸とそう簡単に行き来することができないために、日本の国の中で長く守り続けられてきたものが、今なおそのまま続いてきているということなのでございます。大陸とつながっていたならば、日本も大陸と同じ文明になり、同じような歴史をたどってきたことになるでしょう。日本の国の隅から隅まで全てが戦いの歴史の中に、あるいは狩猟民族の歴史の中に取り込まれていったということになったかもしれません。しかしそうではなく、神の国、日本として、初めから今日までつながり続けているということは、ここには大切な使命があって、この存在そのものが重要である。ここに生き続けている日本人、日本人、この DNA をずっと守り続けていることの深いわけがあるということです。富士山はその中心でもありますし、九州にあります阿蘇山、そして桜島、こういったところともつながっております。あるいは北海道ともつながっております。日本の国土の端から端まで毛細血管のように地下でつながっているわけでございます。そして
ここを守ることにより、地球全体を守ることができる。そういったパワーをこの国には授けられているということを申し上げたいわけです。日本人はそれを知ると知らぬとにかかわらず、そのパワーを受け継いでいるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そのことに目覚めている人々は、もうすでに多くの仕事をなしております。目覚めていない方々は、知らず知らずのうちに守られてはおりますけれども、この先、大きな天変地異が起きるようなことがあったときに、その時に取捨選択される、ふるいにかけられていくということになるのです。なので、一人でも多くの日本人が、この事実に気づいて、そして目覚め、そして本来なさなければならない使命というものを、その立場でなしていくこと。これが大切なことなんです。お一人お一人が、その地域、その時代においてなさなければならない使命というのがあり、これに気づいて懸命に生きている方は、神のふるいにかけられてもきちんと残ってまいります。しかし、そのようなことに一切関心を持たず、知ろうともしない生き方をしている方は、ぜひとも目覚めていただきたいと思うわけです。いくら神の国、日本に生きているからといえ、100% の人々が無事に守られるという保証はないのです。やはり天意において天変地異というものが起こってまいります。その時にふるいにかかる側になることもございます。なので、それを繰り返し、いろいろな人が伝えていると思います。私も今日、そのことを伝えに参りました。日本としての使命、国としての使命、またそこに生きる日本人としての使命、そういうものがあるのですよということをお伝えしたいわけです。このことをいろいろと学びながら理解をしていただいて、そしてその使命を果たすべく、日々の暮らしを行っていただくことが大切だというふうに思います。まずは気づいていただくことから進めていきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、また気づいていない方に少しでも一人でも多く伝えていきたいと思います。はい、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございはい、ました。どうもありがとうございました。はい、エレナさん。はい。うん、やはり、そうですね、ふるいがかかってくるんですね。だと思いますね。今の話からすると、気づいてるか気づいてないかでふるいがかかるような感じですね。そうですね。やっぱりうん、何かそういうこと気づいうん、てうん、活動されてるうん、方うん、がね、発信したりとかの方はやっぱりうん、残っていく側になるんだと思うんですね。うん。まあ、うん。同じく発信してる側でも、その中にその人物っていうところを
認めてるか認めないかでもまた変わってくるかもしれませんね。そうですね。そういった。ただ、その方が、心の中ではそれが分かってても、まだ表に出てないのかもしれませんしね。まあ、活動してる人、それから神仏と信じておられる方、その信じておられる方の度合いによっても違ってきますよね。違ってくると思いますけど。信じてもね、今の日本のその置かれた使命っていうのに気がつかなかったら、厳しいことになるのかな、わかりませんけどね。なんだかやっぱりそこに何かなぜそっちに、の側になったかってなった時に、深めていくと、やっぱそういうところが違うっていうそうですね。ことがあるのかなって思いますね。今私たちのこの段階においてどこがこの一線が入るかっていうと、わからないですね。はっきりとはね。天上界のその意思っていうのがなかなか分かりづらいところ。ただ、気がついた方は、まあ、次の時代をね、担っていく方ですから、残る方なんでしょうね。はい、そうですね。ね。必要な人は残されると思いますね。なんか、とにかく気がついていただくことが最低条件かなっていうところでしょうね。ですね。よくほら、使命があればね、生きていられる。そうですね。はい。その時はぼーっとしてても、なんか起きた時に目が覚めて動き始めるってこともありますしね。そうですよね。後の必要人物っていうか、ですね。人もあるでしょうし。はいですね。ね、カナディアン様。とってもね、大切なことを、そして近づいていることをお知らせていただいたんじゃなかろうかと思います。そうですね。でね、話を聞きながら、今活動しているところの方たちとか、政治のこととかいろんなのが浮かびながらお話聞いてたんですけども、今回はまあ気がついていただくということが一番大事なことで、論点をねずらしちゃいけないなと思って、あんまり質問しませんでした。はい、これからますますまたいろんな角度で、この件については、お話があるかと思いますので聞いていきたいと思いますね。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。はい。はい、どうもありがとうございました。ありました。魂の光セッション。概要欄のリンクからお申し込みください。